皆さんこんにちは。フルスタックチャンネルです。今回は T3 スタックを使用してコメントシステムを構築します。T3 スタックは Next.js、TypeScript、TRPC、Prisma、Tailwind CSS、Next.us を組み合わせたフルスタックの Web 開発スタックで、前回はこれらを利用してアプリ開発の基盤となるブログシステムを構築しました。今回のコメントシステム構築編では、コメントの投稿、編集、削除機能に加えて、いいね機能とページネーション機能も実装します。これらの機能は、ユーザー間やユーザーとコンテンツクリエイター間の交流を活発にし、コミュニティのエンゲージメントを向上させる重要な要素になります。いいね機能を通じて、ユーザーは他のユーザーのコメントに対する肯定的なフィードバックを簡単に提供できます。これにより、ポジティブなコミュニティの文化を促進することができます。また、ページネーション機能は、大量の記事やコメントを効率的にナビゲートし、ユーザーが必要な情報を容易にアクセスできるようにします。T3 スタックを利用したコメントシステム構築に興味がある方は、ぜひ参考にしてください。それでは、一緒に学びましょう。今回のチュートリアルは、ブログシステム構築編の続きから実装していきます。ブログシステム構築編では、ブログの一覧表示、詳細表示、新規投稿、編集、削除、プロフィール詳細表示の機能を実装しています。まだブログシステムを構築していない方は、こちらの動画を参考に実装してください。プリズマを使用してデータベースを構築していきます。コメント用のモデルと、いいね用のモデルを追加していきます。ユーザーモデルにコメントとコメントライクモデルを紐付けます。ポストモデルにコメントモデルを紐付けます。コメントモデルを追加します。コメントライクモデルを追加します。タイプスクリプトのコードを生成します。マイグレーションファイルを作成せずに、直接データベースを構築します。プリズマスタジオでデータベースの中身を確認します。コメントとコメントライクテーブルが生成されていることが確認できます。コメントを投稿する機能を実装していきます。投稿詳細コンポーネントを開きます。コメント詳細コンポーネントをインポートします。コメント詳細コンポーネントをコールします。コンポーネンツフォルダにコメントフォルダを作成して、コメント詳細コンポーネントを作成します。新規コメントコンポーネントをインポートします。コメントディテール関数を作成して、新規コメントコンポーネントをコールします。新規コメントコンポーネントを作成します。コメント内容を入力するフォームを作成して、投稿ボタンをクリックすると、コメントが投稿できます。コメント内容の入力データの検証ルールを定義します。入力データの型と引数の型を定義します。コメント入関数を作成します。ユーズフォームを使用して、フォームの状態を管理します。TRPC のクリエイトコメントを使用して、コメントを投稿します。コメントの投稿に成功したら、フォームをリセットして、ページをリフレッシュします。コメントの投稿に失敗したら、トーストでエラーメッセージを表示します。投稿ボタンをクリックすると、オンサブミット関数が実行されます。クリエイトコメントでコメントを投稿します。
コメントの投稿フォームを作成します。投稿ボタンを作成します。コメントの投稿は、ログインしているユーザーのみ可能なので、ログインしていない場合は、ログイン画面へのリンクを表示します。コメント用のルーターを追加します。コメント用のルーターを作成します。各モジュールをインポートします。コメントルーターを定義します。コメントの投稿は認証が必要なので、プライベートプロシージャーを使用します。インプットで入力データの型を定義します。コメント投稿はデータベースを変更するので、ミューテーションを使用します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。インプットから投稿 ID、コメント内容を取得します。CTX からユーザー ID を取得します。コメントをデータベースに保存します。コメントを投稿できるか、動作を確認します。プリズマスタジオも立ち上げておきます。投稿詳細画面に遷移します。コメント入力フォームが表示されているので、コメントを入力して、投稿ボタンをクリックします。コメントの表示はまだ実装していないので、プリズマスタジオで確認します。コメントテーブルにコメントが追加されていることが確認できます。コメント一覧を表示する機能を実装していきます。投稿詳細ページを開きます。TRPC の Get コメンツでコメント一覧を取得します。投稿詳細コンポーネントにコメント一覧を渡します。コメント一覧を取得する API を作成します。コメント一覧は認証が必要ないため、パブリックプロシージャーを使用します。インプットには入力データの型を定義します。コメント一覧はデータを取得するだけなので、クエリーを使用します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。インプットから投稿 ID を取得します。データベースからコメント一覧を取得します。更新日時の後順で取得するようにしています。投稿詳細コンポーネントを開きます。コメントの型をインポートします。引数の型定義にコメント一覧を追加します。引数にコメント一覧を追加します。コメント詳細コンポーネントにコメント一覧を渡します。コメント詳細コンポーネントを開きます。コメントとユーザーの型をインポートします。コメント一覧アイテムコンポーネントをインポートします。引数の型にコメント一覧を追加します。引数にコメント一覧を追加します。コメントを表示していきます。コメントの全件数を表示します。
コメント一覧をマップでループして、コメントをコメント一覧アイテムコンポーネントに渡します。コメントがない場合は、コメントはありませんと表示します。コメント一覧アイテムコンポーネントを作成します。投稿者、投稿日時、コメント内容を表示していきます。引数の型を定義します。コメントアイテム関数を作成します。コメントを投稿したユーザーのアバター画像と名前を表示します。投稿日時を表示します。コメント内容を表示します。コメント一覧が表示されていることを確認します。先ほど投稿したコメントが表示されていることを確認できました。コメントを編集する機能を実装していきます。コメント一覧アイテムコンポーネントを開きます。編集ボタンを追加します。編集ボタンはコメント投稿者のみに表示されるようにします。コメント編集ページを作成します。各モジュールをインポートします。動的ルーティングの型を定義します。コメントエディットページ関数を作成します。動的ルーティングでコメント ID を取得します。認証情報を取得して認証されていない場合はログインページにリダイレクトします。TRPC の getCommentById でコメントの詳細情報を取得します。コメントがない場合はコメントはありませんと表示します。コメントの編集権限がない場合は編集権限がありませんと表示します。コメント編集コンポーネントをコールします。コメントの詳細情報を取得する API を作成します。コメントの詳細情報取得は認証が必要ないため、パブリックプロシージャーを使用します。インプットには入力データの型を定義します。コメントの詳細情報取得はデータを取得するだけなので、クエリーを使用します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。インプットからコメント ID を取得します。データベースからコメントの詳細情報を取得します。コメント編集コンポーネントを作成します。コメント内容の入力フォームを作成して、編集ボタンをクリックしたら、コメントを編集します。コメント内容の入力データの検証ルールを定義します。入力データの型と引数の型を定義します。コメントエディット関数を作成します。ユーズフォームを使用して、フォームの状態を管理します。TRPC のアップデートコメントを使用して、コメントを編集します。コメントの編集に成功したら、投稿詳細ページに遷移します。コメントの編集に失敗したら、トーストでエラーメッセージを表示します。編集ボタンをクリックすると、オンサブミット関数が実行されます。アップデートコメントでコメントを編集します。コメント内容を入力するフォームを作成します。編集ボタンを作成します。コメント編集 API を作成します。コメント編集は
認証が必要なため、プライベートプロシージャーを使用します。インプットには、入力データの型を定義します。コメント編集は、データベースを更新するため、ミューテーションを使用します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。インプットからコメント ID とコメント内容を取得します。CTX からユーザー ID を取得します。データベースからコメントの詳細情報を取得します。コメントが見つからない場合と、コメントの投稿者でない場合は、エラーを返します。コメント内容を更新します。コメントを編集できるか動作を確認します。編集ボタンをクリックして、コメント編集画面に遷移します。コメント内容を変更して、編集ボタンをクリックします。コメントが編集されていることが確認できます。コメントを削除する機能を実装していきます。コメント一覧アイテムコンポーネントを開きます。TRPC のデリートコメントでコメントを削除します。コメント削除に成功した場合は、ページをリフレッシュします。コメント削除に失敗した場合は、トーストでエラーメッセージを表示します。コメント削除ボタンをクリックしたときに、ハンドルデリートコメント関数が実行されます。デリートコメントでコメントを削除します。コメント削除ボタンを追加します。コメント削除 API を作成します。コメント削除は認証が必要なため、プライベートプロシージャーを使用します。インプットには入力データの型を定義します。コメント削除はデータベースを更新するため、ミューテーションを使用します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。インプットからコメント ID を取得します。CTX からユーザー ID を取得します。コメントの詳細情報を取得します。コメントが見つからない場合と、コメントの投稿者でない場合は、エラーを返します。データベースのコメントを削除します。コメント削除の動作を確認します。コメントが削除できることが確認できました。コメントにいいね機能を実装していきます。投稿詳細ページを開きます。コメント一覧取得の引数にユーザー ID を追加します。コメント一覧取得でいいねの情報を取得します。インプットにユーザー ID を追加します。コメント一覧と一緒にいいねの情報を取得します。各コメントに対して動作し、そのコメントが特定のユーザーによっていいねされているかどうかを確認します。結果は新しい配列として返され、各コメントに対して hasLiked とコメント Liked の2つの新しいフィールドが追加されます。投稿詳細コンポーネントを開きます。いいねの型をインポートします。コメント一覧の型にいいねの情報を追加します。コメント詳細コンポーネントを開きます。いいねの型をインポートします。
コメント一覧の型に、いいねの情報を追加します。コメント一覧アイテムコンポーネントを開きます。いいねの型といいね詳細コンポーネントをインポートします。コメントの型にいいね情報を追加します。いいね詳細コンポーネントをコールします。いいね詳細コンポーネントを作成します。いいねの追加、削除をできるようにします。引数の型を定義します。コメント like ディテール関数を作成します。いいねをしたらすぐに UI に反映されるように、ユーズステートを使用して、hasLiked と like カウントを管理します。TRPC の Create コメント like でいいねを追加します。いいね追加に成功したら、ページをリフレッシュします。いいね追加に失敗したら、すぐに反映した UI をロールバックします。TRPC の Delete コメント like でいいねを削除します。いいね削除に成功したら、ページをリフレッシュします。いいね削除に失敗したら、すぐに反映した UI をロールバックします。いいねをすると、ハンドルクリエイトコメント like 関数が実行されて、すぐに UI を更新します。その後、バックグラウンドでいいねの追加処理が実行されます。いいねを取り消すと、ハンドルデリートコメント like 関数が実行されて、すぐに UI を更新します。その後、バックグラウンドでいいねの削除処理が実行されます。いいねの表示を作成します。いいねの数を表示します。いいね追加 API を作成します。いいね追加は認証が必要なので、プライベートプロシージャーを使用します。インプットには入力データの型を定義します。いいね追加はデータベースを更新するので、ミューテーションを使用します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。インプットからコメント ID を取得します。CTX からユーザー ID を取得します。いいねを追加します。いいね削除 API を作成します。いいね削除は認証が必要なので、プライベートプロシージャーを使用します。インプットには入力データの型を定義します。いいね削除はデータベースを更新するので、ミューテーションを使用します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。インプットからいいね ID を取得します。いいねを削除します。いいね機能の動作を確認します。いいねをしたり、取り消したりできることが確認できました。いいねをするとすぐに UI に反映されています。リフレッシュしても、いいねの情報が保持されていることも確認できました。ページネーション機能を実装していきます。ページネーションを実装することで、少量のデータをページ単位でロードし、ロード時間を短縮します。ユーザーが簡単に特定のページにアクセスし、必要な情報を迅速に見つけることができます。必要なデータだけを取得することでサーバーへの負荷を軽減し、アプリケーションのスケーラビリティを向上させます。ページネーションは、ユーザーのエクスペリエンスを向上させる重要な要素になります。トップページの投稿一覧にページネーション機能を追加します。ページネーションボタンを表示し、それぞれのボタンがクリックされた時に適切なページに遷移するように設定します。ポストパーページとページネーションボタンをインポートします。URL のクエリパラメータを取得できるように、型を定義します。
URL のクエリパラメータからページ番号と1ページあたりの表示件数を取得します。データベースから取得する投稿の範囲を指定するための値を取得します。リミットは1ページあたりの表示件数で、オフセットは取得開始位置を表します。ゲットポストの引数にリミットとオフセットを追加します。全ページ数を計算してページカウントに設定します。ページネーションコンポーネントをコールします。ユーティルスファイルに投稿一覧、ユーザーの投稿一覧、コメント一覧の1ページに表示する件数を設定します。投稿一覧取得 API を修正します。インプットにリミットとオフセットを追加します。リミットとオフセットを取得して、スキップとテイクに設定します。スキップは指定した数だけレコードを飛ばします。スキップに5を設定すると、最初の5つのレコードをスキップして、6つ目のレコードからデータを取得します。テイクは指定した数だけレコードを取得します。テイクに5を設定すると、5件のレコードを取得します。これらのオプションを使用することで、大量のデータがある場合でも、必要な範囲のデータだけを効率的に取得することができます。これにより、ページネーションを実装することが可能となり、ユーザーが大量のデータを一度に見る代わりに、ページごとに分割して見ることができます。カウントを使用して、投稿の総数を取得します。ページネーションコンポーネントを作成します。一覧表示のページ送りボタンを生成し、それぞれのボタンがクリックされたときに、適切なページに遷移するように設定します。各モジュールをインポートして、引数の型を定義します。ページネーションボタン関数を作成します。現在のルーティング情報や URL パラメータを取得するためのフックを作成します。ページ遷移の状態を管理するためのフックを作成します。これにより、ページ遷移中にボタンが再度クリックされるのを防ぐことができます。URL からページ番号と表示件数を取得します。現在のページ前後に表示するページ数を設定します。新しいクエリストリングを生成するための関数です。これにより、ページ番号や表示件数を URL に反映させることができます。表示するページネーションの範囲を計算します。現在のページの前後に表示するページ数を考慮して、表示するページ番号のリストを生成しています。ページネーションのボタン群を作成していきます。それぞれのボタンは、クリックされた時に適切なページに遷移するように設定しています。また、現在のページが最初のページや最後のページである場合、それぞれのボタンは無効化されます。ページネーションの動作を確認します。トップページの投稿一覧がページネーションできることが確認できました。ユーザー投稿一覧のページネーション機能を実装していきます。ユーザー投稿詳細ページを開きます。
ユーザーポストパーページをインポートします。URL のクエリパラメータを表す型を定義します。URL のクエリパラメータからページ番号と1ページあたりの表示件数を取得します。データベースから取得する投稿の範囲を指定するためのリミットとオフセットを取得します。ユーザー投稿詳細情報取得の引数にリミットとオフセットを追加します。全ページ数を計算してページカウントに設定します。ユーザー投稿詳細コンポーネントに全ページ数とユーザー投稿の総数を渡します。ユーザー投稿詳細取得 API を修正します。インプットにリミットとオフセットを追加します。リミットとオフセットを取得します。ユーザー ID が存在しない場合は、ユーザーをヌル、投稿の総数を0で返します。ユーザー投稿詳細取得に、スキップとテイクを設定します。ユーザー情報が存在しない場合は、ユーザーをヌル、投稿の総数を0で返します。カウントを使用して、投稿の総数を取得します。ユーザー投稿詳細コンポーネントを開きます。ユーザーポストパーページとページネーションボタンをインポートします。引数の型にページカウントとトータルポスツを追加します。投稿の総数を取得したトータルポスツに変更します。ページネーションコンポーネントをコールします。プロフィール画面でユーザーの投稿一覧がページネーションされていることを確認します。こちらもページネーションされていることが確認できました。コメント一覧のページネーション機能を実装していきます。投稿詳細ページを開きます。コメントパーページをインポートします。引数の型にサーチパラムスを追加します。ページとパーページを取得して、リミットとオフセットを計算します。コメント一覧取得の引数に、リミットとオフセットを追加します。全ページ数を計算して、ページカウントに設定します。コメント一覧取得 API を修正します。インプットにリミットとオフセットを追加します。リミットとオフセットを取得します。コメント一覧取得にスキップとテイクを設定します。コメントの総数を取得します。投稿詳細コンポーネントを開きます。引数の型にページカウントとトータルコメンツを追加します。
コメント詳細コンポーネントにページカウントとトータルコメンツを渡します。コメント詳細コンポーネントを開きます。コメントパーページとページネーションボタンをインポートします。引数の型にページカウントとトータルコメンツを追加します。コメント一覧の総数を取得したトータルコメンツに変更します。ページネーションコンポーネントをコールします。コメント一覧がページネーションされることを確認します。こちらもページネーションされていることが確認できました。以上で T3 スタックを使用したコメントシステムの構築は終了です。このチュートリアルを通じて T3 スタックを使用したコメントシステムの構築方法を学びました。コメントの投稿、編集、削除機能に加えて、いいね機能とページネーション機能の実装を行いました。これにより、実用的な機能の実装方法を学び、T3 スタックの各技術についての理解を深めることができました。特に、コメントといいね、ページネーション機能は、ユーザーエクスペリエンスを向上させる重要な要素です。これらを実装することで、ユーザーとコンテンツクリエイターの交流を促進し、コミュニティのエンゲージメントを向上させることができます。これらの知識を活かして、今後はより優れた Web アプリケーションを開発していきましょう。講座のソースコードは、LINE 登録するとダウンロードできるようになっています。他の講座のソースコードも簡単にダウンロードできます。最新情報も届きますので、ぜひお友達登録をお願いします。チュートリアルは全でも解説していますので、参考にしてください。概要欄に貼り付けておきます。Q&A サイトを公開しましたので、講座の不明点や個人開発の疑問点など、何でもご質問ください。会員登録しておくと、新着の講座情報が届きます。もし参考になったら、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。